追放された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ。第86話血濡れの託し。補給将校が去った後、テントの中には千葉市静寂が落ちた。包帯を巻く資料兵の手つきは手慣れている。止血、固定、最低限の魔力回復薬、すべてがどこにでもある後方医療の光景だった。だがパルミラは知っていた。ここが戦場の心臓であることを。前線で剣を振るう者よりも補給と情報を握る者の方が戦争を左右する。総前線の剣など補給の糸一本で絡め取れる。いい場所ね。目を伏せたままゆっくりと呼吸を整える。魔力は閉じている。殺意も誇りも奥底へ沈めている。今の自分はただの負傷兵。それ以上でもそれ以下でもない。治療兵が淡々と告げた。熱が出たらすぐ言え。無理に動くなよ。回復が進んだら収容区画へ移す。はい、か細く返す。その一言ごとに自分が王国軍の側へと塗り替えられていくのを彼女だけが意識していた。やがてテントの外がざわつき始める。地図を手にした将校たちが集まり低い声で議論している。パルミラが描いた位置情報がすでに回り始めていた。早い。口元がほんのわずかに緩む。捨て拠点とはいえ補給と手にの要衝。王国軍にとっては喉から手が出るほど欲しい戦果だ。それを彼女が持ち込んだ。数時間後、将校が再び姿を現した。視線は鋭いが敵意はない。君の話は石膏の報告とも噛み合っている。かなり有力な情報だ。パルミラは驚いたように目を見開いた。本当ですか。もう少し詳しく聞かせてほしい。はい、わかる範囲で全部話します。ここからが本番だ。拠点の位置、地形、魔族の配置、撤退時の様子、荷の積み替えが行われていた時間帯、すべて事実だけを並べる。嘘を混ぜる必要はない。真実を並べれば嘘より深く刺さる。参謀たちが地図を囲み短く言葉を交わす。抑える価値はあるな。北部の流れを決める一手になる。その声をパルミラは伏せたまま聞いていた。並走してやがて結論が出る。小規模偵察部隊を即時投入。反応が薄ければ攻略を決定。情報提供者は後方で保護。しばらくはここで休んでいてくれ。思い出したことがあれば遠慮なく伝えてほしい。ありがとうございます。その言葉は王国軍と彼女をつなぐ最初の細い糸だった。将校たちの背を見送りながらパルミラは静かに息を吐く。第一段階は通過。夜、補給ラインの野営地には前線とは異なる穏やかな空気があった。焚き火の匂い、温かい食事、負傷兵をねぎらわる声、今日の戦果すごかったな。北部完全に流れてるぞ。そんな会話が自然に交わされている。パルミラは毛布にくるまりながらその声を子守かのように聞いていた。翌日、偵察部隊から第一行が戻る。拠点確認。魔族反応はほぼなし。放棄状態と見ていい。野営地がどよめいた。本当だった。当たりだ。あの情報、信頼が音もなく澄み上がる。その情報を聞いてパルミラは安堵したように目を伏せた。よかった。その仕草だけで十分だった。余計な評価も説明もいらない。数時間後、正式命令が下る。北部戦線、地も起用、魔王軍補給艇に拠点、攻略作戦開始。野営地に紅葉が走る。一気にはたける。北部は決まるぞ。パルミラは焚き火のそばでそれを見つめていた。行きなさい、勝ちなさい。その視線の先にあるのは
始まる。それは王国軍にとっては勝利の積み重ね、そして彼女にとっては信用を握るための最初の足場。まだ血は流れない。まだ剣も抜かれない。だが戦いはもう始まっている。拠点攻略作戦が発令されたその夜、野営地は異様な紅葉に包まれていた。兵たちの足取りは軽く、声は強く、誰もが勝ちに行く戦場の匂いを感じ取っている。バルミラは医療テントの片隅でそれを聞いていた。出撃は夜明け前。第1、第2混成部隊が主力だ。石膏の報告通り、奇襲でいける。動いた。胸の奥で確かな手応えが生まれる。王国軍は彼女の持ち込んだ情報を信じて戦力を動かした。同時に胸が少しだけ締め付けられた。ここからは吹き返せない。毛布を押しのけ、バルミラはゆっくりと身を起こした。すぐに医療兵が気づき、慌てて駆け寄る。おい、まだ起きるな。傷が開く。前線に行かせてください。声は震えていた。だが意地だけははっきりしている。私の持ってきた情報で的が動いています。何も知らない顔で待っているなんてできません。医療兵が眉を染める。無茶な。君は戦える状態じゃない。戦えなくてもいいんです。身を運ぶでも負傷者を支えるでも、最後までその結果を見届けたい。少しだけ視線を伏せる。それにもしあの情報が間違っていたら取り返しがつかないのは前線の人たちです。一瞬の沈黙。それは責任感というにはあまりにも生々しく、そして当事者の言葉だった。お願いします。その目は怯えと決意が混ざった奇妙な光を帯びていた。止めるべきだと頭では分かっていても止めきれない理由がそこにあった。数分後、補給将校が現れ、短く息を吐く。戦闘参加は許可しない。だが後方支援班として同行だ。それ以上前に出るな。ありがとうございます。バルミラは深く頭を下げた。これでいい。戦場に戻る理由はもう得た。夜明け、霧の中で部隊は静かに動き出し、魔王軍拠点へと迫った。戦闘は想像以上にあっけなかった。魔族側は半ば放棄状態。電気装置は未起動。補給路も停止寸前。抵抗は散発的で、指揮系統は完全に崩壊していた。本当に捨て拠点だったのか。いや、違う。捨てる前にはたけたんだ。王国軍はほとんど損害を出さずに拠点を制圧した。それでもバルミラの胸は静まらなかった。まだ足りない。勝利の空気はある。だが彼女の居場所はまだない。このままでは物語にならない。勝利の証は彼女以外の誰のものにもなってしまう。彼女はただ運んだ女で終わる。毛布の内側に指を滑り込ませた。冷たい金属の感触がそこにあることを確かめる。だからこそその困難の中でバルミラは許可された位置を超えて踏み込んだ。ここからが本番。爆音、悲鳴、混戦の惨死の中、魔族の残党が最後の抵抗を見せる。彼女は魔力を使えない。剣もまともな武具もない。それでも傷ついた兵をかばい背中を押し逃がした。そして鈍い衝撃が腹部を貫いた。魔族の単やり致命傷には届かないが確実に命を削る一撃。地面に崩れ落ちる視界の端で兵士たちが叫ぶ。誰か治療兵を。負傷者だ。血が熱を持って流れ出す。本物の痛み、本物の死の気配。いい、これで完成する。担架に乗せられ揺られながら彼女はかすかに笑った。
用意していた一本の剣があった。刃こぼれし黒い文様が走る魔族製の剣。文様は乾いた血に触れ赤黒くにじむような色を帯びている。触れること自体がためらわれる代物だ。今はまだただのような剣だ。だが血を吸ったその文様は見る者に触れてはいけない理由を直感させる。これでいい。これで借りる。治療テントに運び込まれる直前、彼女は一人の兵士を呼び止めた。ユーマさんに届けてほしいんです。これをどうしても。本人に剣を差し出す指先は震えていた。それは痛みか恐怖か、それとも舞台か。前線で父が戦って倒れました。喉が詰まるように言葉を切る。この剣だけが呪いに汚れてしまって誰もが捨てるべきものだと思う正気を。だが彼女は次の一言でそれを否定する。でも父が命を懸けて守った証なんです。息を整え弱々しく続ける。彼の進化ならこの剣を救えるんじゃないかって彼ならきっと分かってくれるはず。その瞬間兵士は理解してしまった。これは武器の依頼ではない、思いの託しだと。兵士は血だらけの剣を見て息を飲んだが戸惑いながらうなずく。分かった。必ず伝える。短歌が再び動き出す。ガルミラは薄れゆく意識の中で目を閉じる。拒めない。見捨てる選択を彼はしない。彼は進化の力で何かを変えようとする男。そんな男がこの剣を見捨てるはずがない。次は思いを託す女になるだけ。王国軍は拠点攻略の成功には下っていた。北部戦線は完全に主導権を握ったと誰もが思った。だがその裏で一つの小さな物語が静かに形を持ち始めていた。重傷を負いながらも最後まで仲間を守ろうとした女。血に濡れた剣をただ一人の英雄に託した負傷兵。そんな噂が兵たちの間を巡り始めていた。そして今その剣はなぜかユーマの名と切り離せないものになり始めていた。なぜ彼女は